こんにちは、ゆうかです。今私は浅草駅に来ています。今日はこれから東武鉄道のスペーシア X に乗って初めての鬼怒川温泉に行ってみたいと思います。スペーシア X とは浅草、日光、鬼怒川温泉間を結ぶ新型特急で、前回東武日光までは行ったんですけど、鬼怒川温泉は今回初めてなのでとっても楽しみです。前回とは季節だったり座席のタイプも違うので、また違う雰囲気をレポートしてみたいと思います。それじゃあ行ってきます。ありました。14時発スペーシア X9 号鬼怒川温泉行き、あれですね。全席指定席って書いてあるんですけど、私が予約サイト見た時はかなりもう満席で、14時より前の便はもうすべて埋まっていました。なので今回は14時発の便で行きたいと思います。旅といえばやっぱり駅弁ですね。ここで買っていきたいと思います。美味しそう。前回このスペーシア X 弁当を食べたんですよ。だから今回は違うものを食べてみようかな。飲み物とかも売っているんですけど、車内でも販売しているのでここでは買わないでおきます。お願いします。ありがとうございます。ちなみに浅草駅に来るのは前回スペーシア X 乗った以来です。スペーシア X 乗りに浅草駅に来てるな最近。このエスカレーターを上がった先に乗り場が見えるはずです。私の記憶が合っていれば。私は飛ぶチケというサイトからチケットを買ったんですけど、そこでもうお支払いとかは済んでいて、発券とかの手続きもなく、その購入画面を駅員さんに見せればもう中に入れます。改札の中に入ってきました。この購入画面を見せれば入れると思ってたんですけど、これは特急券のみだそうで、別に乗車券が必要って言われて、Suicaで結局入ってきました。ということで今1時44分なのでスペーシア X の到着を待ちたいと思います。ちょうどアナウンスが流れてきたので楽しみ。ワクワクすっぞ。おー、スペーシア X 来た。やっぱりかっこいいですね。今回私は1号車を予約したので一番向こうですね。今日は暑すぎて外にいると溶けそう。早く中に入りたい。1号車一番先頭なので一番遠い。お待たせいたしました。どうぞ。ありがとうございます。どうぞ。段差あります。じゃーん。ご乗車ありがとうございます。1号車のコックピットラウンジです。ありがとうございます。ここの座席ですね。めっちゃ広い。チケット買った時は満席だったんですけど、結構空いてますね。途中から乗ってくるのかな。1号車のお客様ですよ。はい、そうです。はい、こちらです。はい、7番のあ、動いた。14時ちょうどに動き出しました。楽しみ。それではスペーシア X で行く初めての鬼怒川温泉旅、楽しみ尽くしたいと思います。正面に見えてまいりましたのは隅田川でございます。一人で屋形船に乗ったのを思い出しますね。まだ乗客が少ない隙に自撮りもしておきます。机の上にメニュー表が置いてあったんですけど、1号車と6号車の人はカフェ自由に行けるんです。本当は予約が必要なんですけど、
1号車だからしなくて大丈夫なんですよ。カフェは現金が使えなくてクレジットカードか交通系 IC でお支払いできるんですけど、食べ物というよりかは、カフェなのでこういう飲み物とか、あとはグッズだったりお菓子とかスイーツが頼めます。せっかくだから飲み物頼んどこうかな。下今市に到着したらカフェが終わっちゃうので、それまでに頼まなきゃいけないんですけど、今回は2時間も乗車時間があるので全然時間はありそうですね。次は北千住に泊まるらしいです。私実は2ヶ月後に生誕祭やるんですけど、北千住でやるんですよ。なのでスペーシア X でも来れますよ。急な宣伝になっちゃった。まもなく北千住に泊まります。ちなみに生誕祭の会場は後ろに見えている建物の最上階です。あれ、会場もコミュ障なのか隠れちゃいました。あそこです。8月9日に東京芸術センターでお待ちしてます。前回は見れなかった運転席からの景色がこちら。最高の眺めですね。1号車5円カフェスペーシア X よりご案内いたします。この列車は本日空席状況によりオンライン整理券なしでカフェのテイクアウトがご利用いただけます。購入いただいた商品はご自身のお席にてお楽しみください。2号車から5号車のお客様への販売時間は14時40分から15時30分です。カフェに行ってみたいと思います。お願いします。ニッコリーノください。ニッコリーノです。はい。現在680円でございます。スイカでお願いします。決まりました。ありがとうございます。こちらシナモンです。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃん。今回はニッコリーノにしました。お酒飲むか悩んだんですけどね。鬼怒川温泉着いたら観光もしたいので酔うには早すぎるかなって思って我慢しました。美味しい。栃木県産の梨と炭酸で割った飲み物らしいです。じゃーん。お弁当は浅草今半にしました。やばいなこりゃ。めっちゃうまそう。いただきます。スペーシア X ではフードの販売はしてないので、駅弁がなかったら積んでましたね。甘くてじゅわっとしたお肉が最高すぎる。お天気も良くて順調な滑り出しです。美味しすぎてやばい。前回も思ったんですけど、スペーシア X は乗り心地が最高ですね。ソファーもふかふかだし、スペースも広々してて、家のリビングで過ごしているような感覚です。まもなく春日部に到着いたします。お出口は左側です。春日部では2号車のドアと5号車のドアが開きます。次は春日部に泊まるらしいです。早いですね。もう呉新の聖地まで来た。で、春日部の次は栃木に泊まるらしいです。めっちゃ飛ばす。あれ近いのかな、春日部から栃木。もうあっという間に栃木ですね。春日部を過ぎると景色がかなり変わってきて、のどかな風景が続いています。呉新大好きなので地味にテンション上がり中。じゃん、デザート買ってきました。ミルクのジェラートいただきます。やっぱ夏だから冷たいものはいいですね。利根川を渡っていよいよ栃木県にお邪魔していきます。
ここまで浅草から1時間も経っていないので、意外とあっという間に感じました。それじゃあ車内を探検してみたいと思います。1号車から6号車まであるんですけど、今はこの辺にいます。1号車と2号車には荷物を置くスペースがあって、私のキャリーバッグも無料で置いてもらいました。そして2号車はじゃーん、プレミアムシートです。電動リクライニングとレッグレスト付きの快適なシートになっています。スペースもかなり広くて、こっちの独立席とあと2列シートの配置になっていて、広々としていてとっても快適に過ごすことができます。そして3号車がこちらです。座席はこんな感じなんですけど、向きを変えられるので4人で対面して座ることもできます。5号車と6号車の間にはこんな感じで洗面台やお手洗いなどがあります。そして最後は6号車です。6号車はコンパートメントとコックピットスイートのお部屋があるんですけど、チケットを持ってないと入れないので、閉まっちゃった。チケットを持ってないとこれ以上席には入れないそうです。前回はコンパートメントに乗ったんですけど、まだコックピットスイートには乗ったことがなくて、ちなみにコックピットスイートに乗ると1人で乗ると6名分の料金がかかっちゃうので23,000円かかるそうです。いつか乗ってみたいです。以上、車内探検でした。戻ります。やっぱり1号車の特権はこの景色ですね。2から6号車の乗客はここまで入ってこられなくて、途中で止められちゃうんですよ。なので運転席からの景色を間近で楽しみたい人は1号車のチケットを取るのがおすすめです。下今市に到着しました。ここで車内販売は終了だそうです。あともう少ししたら鬼怒川温泉に着くんですけど、今回は日光は止まらないらしいですね。鬼怒川温泉行くときは日光は行かないのかな。列車は下今市から鬼怒川温泉方面へ出発しました。前に乗った時とは景色が全然違くて、なんていうか夏の匂いがしますね。途中の新高徳駅で SL 大樹という列車に遭遇。蒸気機関車は初めて見たので結構びっくりしました。こういうレトロな列車もいつか乗ってみたいです。まもなく終点鬼怒川温泉に到着いたします。お出口は右側です。お忘れ物のございませんようお気をつけください。本日も東武鉄道をご利用いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。ありますんで、それのありがとうございました。保険はかからないんで、はい。こんなぐらいですね。はい。もうちょっと寄ります。ありがとうございます。こんな感じですね。ありがとうございます。すいません。ありがとう。カードもらった。嬉しい。スペーシア X カード。鬼怒川温泉着きました。お昼までカンカン照りだったんですけど、私のせいなのか雨を降らしてしまいました。また雨女発動しちゃった。あちらにいらっしゃいますのが絹田城らしいです。鬼怒川温泉駅から移動して温泉街までやってきました。今はふれあい橋の上にいます。雨降っちゃったけど念願の鬼怒川温泉来れてよかったです。ここのふれあい橋はここの地名にもなっている鬼怒川の上を歩けるので、綺麗に鬼怒川を見ることができるんですよ。じゃーん。
これが鬼怒川です。景色がとってもいいです。鬼怒川温泉は江戸時代から続く超老舗の温泉地なんですよ。結構昔ながらの雰囲気も残ってる感じがありますね。中には閉業しているホテルも結構あるみたいで、私はこの雰囲気結構好きなんですけど、なかなか厳しいみたいですね。盛り上がろう鬼怒川。あのあとご飯屋さんを探して結構さまよったんですけど、本当に営業してるお店が1店舗もなくて、食べ歩きの夢儚く散りました。ということで今日はスペーシア X に乗って鬼怒川温泉までやってきました。いやー、とっても快適でしたね。コックピットラウンジの乗客は予約なしで1号車のカフェが利用できたりとか、運転席からの景色も見れたりとか、とっても特別感がありました。あとはソファーがとっても広くてふかふかで座り心地が良くて、景色も良くて、2時間とっても楽しく過ごすことができました。ただ本当は今日は1人席を予約しようと思ったんですけど、席が埋まっていて4人席を予約したんですけど、4人席は2人以上から利用できるので、料金は2人分かかっちゃったので、そこだけがねぼっち税取られちゃいました。ということでこの後は鬼怒川温泉で1泊したいと思うんですけど、気になるホテルを見つけちゃったのでまた紹介します。まあでも今回はただの宿泊というよりかはちょっと合宿っぽいとこもあるので、まあそれは次の動画でお楽しみにしていてください。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録とコメントと高評価お願いします。じゃあバイバーイ。